空が青いな。はい、おはようございます。今日は11月の16日日曜日でございます。はい。いやね、すっかり寒くなってまいりましたね。寒いんでございますが、今日もですね、9時にちょっと、こちらの方のお宅にですね、家具を引き取ってくれっていうお客さんが現れましたので、引き取りに行ってまいりたいと思います。はい。それと、午後はね、またね、古民家の方で、ドローンね、させていただきたいと思います。はい。そうですね、最近ちょっと思うことがあるんですけど、最近というかね、まあ昔からそうなんですけど、やはりですね、暖房をね、温めすぎると、温めれば温めるほど寒くなるとこういうね、人間の矛盾っていうのがあります。はい。室内をね、温めれば温めるほど、あったかいなと思うんですけども、外に出た時に寒さが、倍増します。はい。ですのでね、なるべく、自然の気温に、体調をね合わせておくとですね、外でずっと私なんか仕事してましたんでね、外でこういう時期寒いんですよ。はい。ですが、あまりね、例えば車に入ってね、暖房をつけて、ちょいちょい入るとするとですね、余計寒くなるんですよ。はい。ですので、外にずっといるときはですね、なるべく、外の環境に体を合わせてですね、はい、やるとですね、あまりなんていうんですかね、体調が崩れないというかね、夏なんかもそうですけどね、クーラーガンガン効かしてね、部屋に入ると涼しいんですけど、外に出ると暑さがもわっとくると、いうことで、あと食べ物もそうだと思うんですよね。美味しい食べ物ばっかり、外食ばっかりしてると、もっともっと外食が食べたくなると、いうことで、普段からね、あんま外食しない人は、なんですかね、節食質素なね、食事を続けてる人は、そんなにね、いわゆる食欲っていうのも、あまり出ませんのでね、その辺もね、食べれば食べるほど太ると、温めれば温めるほど寒くなると、で冷やせば冷やすほど、熱くなるとそういうね矛盾があるので、皆さんね、少しだけちょっとね、考えてみてください。寒い時に温めるとやっぱり燃料を食いますからね、燃料いっぱい、お金もかかりますしね。はい。で、暑い時にエアコン効かすと電気代結構かかりますからね。はい。ご飯もそうです。美味しいもの食べれば食費が結構かかります。私はそれがね、無駄な出費だと思っておりますんで、なるべくね、自然に合わせて体を整えるということを心がけております。ということで、9時からね、もうすぐ、家具の引き取り行ってまいりたいと思います。今日も頑張るぞ。ゲッツ。はい、それでは毎朝のモーニングルーティンでございます。はい、またレコード写真撮っていきたいと思います。こちらこちら写真撮っていきたいと思います。はい、それでは先ほど撮った写真をね、メルカリにアップしていきたいと思います。
はい、ということで本日は以上となります。ご視聴ありがとうございました。今日は日曜日ということでね、結構外はですね、バイクとか自転車とか、観光の方もね結構多いのかなと思われます。はい、ということで、結構お客さんはね来ていただきました。ありがとうございます。ということでこれからドローンさせていただきます。ドローンということで、今日もね、午後から、古民家の方にやってまいりました。はい、ということで、今日も引き続き、毎回つまんないですよね。すいませんね、本当申し訳ないんですけど、お風呂場の天井と壁解体やっていきたいと思います。ということで、頑張るぞ。おう。はい、それではね、今日はこの天井と壁と解体していきたいと思います。ということでね、お風呂のね、今天井をね解体していっております。はい、今はですね、ここをですね天井も作らず壁も作らず、ユニットバスが、中に入り込みます。ですのでですね、ユニットバスがですねカプセル状になっているということで、湿気、もちろん防水、湯気等もですね、完全に、ユニットバスの中で、完結するということでございますので、やはり昔のねこのような作り方だとどうしても、水分や、湯気湿気、このようなものがですね、どうしても壁もしくは床天井にですね逃げてしまいますので、やはり木がぐずぐずになってしまうと、そういうことでございますね。ですのでね、ユニットバスの人はですね比較的、お風呂を解体してもですね、非常に下地が綺麗でございます。ところが昔の作りですと、どこからか、水が漏れて湯気も漏れて、木がですねぐずぐずに腐っていくと。でシロアリも来やすくなると、そういうような感じですね。はい、ですのでね、皆さんね、自分の家のお風呂をねもう一度確認してみてはいかがでしょうか。はい、こちらがねお風呂のね、壁面の裏がですね向こうの部屋の押し入れでございます。はい、もうこのようにね、ボロボロでございます。結局ここで水使って、湯気とか湿気とかがね、もろ隣の、部屋の押し入れの中壁に、ついてるということで、腐りきっております。はい、ということで、お風呂の天井、壁ね解体終わりましたんで、入り口のところのね、こちらの間柱をね、はい、この太いやつが間柱と言います。はい、間柱を解体していきます。でね、ブロック塀も積んでますんでね、そこも、解体していこうということでやっております。そうするとね、壁仕切りがね、全てなくなりますからね。はい、ということでこちらが間柱でございますね。はい、結構ねこれね重たいんですよ、この間柱ね。はい、そのかわしねしっかりしてますんでね。はい、ということで、
ここのね間柱を、マルチツールで切りまして、ここはね釘抜いてもいいんですけども、両サイドから釘で打ってますんでね、ちょっとめんどくさかったので、下の方で切りかきました。ということでね、間柱全部撤去終わりましたんで、まずねこれなんていうんですかね、太い木太い木本柱っていうんですかね、を、ビスで固定して、下にブロックがねありますんで、こちらを、ボルトを外しまして、そして、ブロックを出していってブロックを撤去していくと、そういうような感じでね、やっていっております。これ100、101、105角っていう柱ですかね。結構太いやつですねこれね。はい、本柱か。はい、忘れちゃいましたけども、はい。でね、ボルト外れましたんで、左右に叩いてですね、外していきます。はい。そしてブロックがね、出てきましたんでね、はい。今度は、ブロックを外っていく形になりますね。はい。だんだんね、スケルトンになっていきましたんで、真っ暗だったね部屋がですね、徐々に明るくなってまいりましたね。はい。ということで発力を持ってきます。ここね、ハンマーでねこう崩れるかななんて思ったんですけど、いやー全然崩れませんでした。ということで発力をね持ってきまして、発っていきます。はい。久しぶりですかね、発力もね。はい。ということで、発っていきます。ポイントでね、モルタルが乗ってるところを重点的に発りまして、クラックを入れてですね、はい、そしてバールでこじ上げて崩していきます。ここはね、ずん切りというね、全ネジ、が入ってますんで、そこをねうまく、逃げまして、はい、これでね外力を使ってですね、目地のところから切れ杖を入れていこうということでやっていっております。いや、意外とですね、申し訳ないんですけどね、ツリーは疲れるんでございますよ。ということで、とりあえずね、下まで外りましたんで、本当はねもう一個下までねあるんですけど、そこに、また下地の、木がありますんで、床材がありますんでね、それ床材撤去してからじゃないと、取れなかったんで、今日はねこの辺で勘弁しといてやろうかなということで、はい、以上となります。ということでね、本日の作業内容こちらとなります。はい、よっこらセット。はい、お風呂のね、まず壁の動物と天井ね、全部壊しました。はい、そして、ここブロックね、貼りました。ということで以上です。はい、ということでね、本日は以上となります。ご視聴ありがとうございました。今日はね寒かったんですけどね、暑いですわ。はつるとね、
暑い、汗が出ます。はい。ということでね、皆さんもね、初リダイエットなんてのもね、いいかもしれませんね。普段ね、運動しない人は特にね、初ったりね、穴掘ったりするとね、疲れますんでね。はい。ということで、本日は以上となります。ご視聴ありがとうございました。もしよろしかったらチャンネル登録と高評価ボタンをお願いします。ということで以上となります。ありがとうございました。人傑。